プラウベルマキナ67の説明したいと思います。このマキナ67ですね、プラウベルというメーカーで、ドイツのメーカーですけども、このカメラ自身は国内産のカメラです。プラウベルっていうのはですね、同じマキナという名前のカメラをですね、戦前に作ってますけども、その後ですね、日本のカメラの土井というカメラ販売店のですね、土井公夫社長という人がですね、カメラを作りたいということで、このプラウベル社を買収してですね、で作ったカメラです。当初はプラウベルで設計してたんですけども、最終的にはコニカの技術者が設計してですね、でレンズは、ニコンのレンズをつけるということで、作られたカメラになってます。特徴はこのレンズがですね、こういうふうに、このたすきという構造で出てくるというものですね。で実はこの戦前のマキナもですね、こういう同じ構造で、しかもフォーカシングはこの X 字型の形を変えることでピント合わせをするというものが戦前のタイプもそうでしたけども、それをそのまま踏襲しているということですね。でそういう設計の条件の中でありながら、非常にうまくできて、非常に薄くできているというのがこのカメラの特徴かなと思います。で、ここにレンズを引き立てるタイプというのは、このレンズとボディの連動って難しいんですけども、このカメラの場合は完全にできてまして、シャッターを巻き上げまして切るとシャッター切れるということで、いわゆるセルフコッキングですね。フィルムの巻き上げとシャッターのセットが連動しているという風なものになっています。でさらにですね、このカメラ、ここにボタンがありまして、このボタンを押すと露出系が動きます。露出系の電池はですね、ここにいろいろなってて、今入ってませんけども、ボタン電池の LR44 を2個入れればいいんですけども、こう電池で、露出系が動くという露出系の素子はこの中に入ってまして、このシーンの方の明るさ測れるんですけども、その露出系がですね、この絞りとかシャッターのこの、ダイヤルと連動するということ、完全連動の、露出系がついています。ですので、この中に電線とこのシャッターとレンズを連動させる巻き上げのワイヤーが入ってまして、非常に小型化されてますけども、全て連動するというそういうカメラになってます。ピント合わせは先ほどご覧入れたように、シャッターボタンの周りにこういうダイヤがありまして、これを回すとクリアされると。で、こう回すと下がっていくというふうなことで、個人的には非常に使いやすいカメラかなというふうに思います。で、畳むのもここを押すだけでスムーズに畳むことができるというものですね。ファインダーは、この、覗き窓のファインダーの他にですね、これ距離計窓ですけども、ここのところにあるように、最高式ブライトフレームということで、非常に明るいブライトフレームが出てですね、パララックス補正もされますので、使いやすいカメラです。で、シャッターボタンこれですね。で、巻き上げて、で、マキナ67の場合は、この閉じてる場合でもですね、シャッター切れてしまうという構造ですけども、670になると、閉じてる場合はシャッター切れないように改良されています。で、他に、ここは、レディースケーブルを入れる穴がついてます。裏蓋開けますと、こうなってまして、このマキナ67の場合は、67番なので、ちょっと横長の10枚撮りになってますね。で、67番のカメラっていうのはですね、このフィルムに裏紙の番号がないんですね。裏紙の番号は645用と66用と69用の3種類しかないので、こういう67カメラは全て、自動巻き止めのカメラになってますので、ここの部分でフィルムのくじを検知して10個も撮れるというものですね。フィルムをセットしますと、この開いたまま巻き上げていって、ここのところがスタートマークなので、ここに合うところまでスタートの矢印を持ってきたところで裏蓋を閉めて、あとは巻き上げていってフィルムカウンターに1が出るとセット完了ということで、あとは写真を撮っていくことができるという、非常に使いやすいカメラです。で、この小型軽量とか薄型で67番としてはすごく小さいカメラですけども、ちょっと重いですね。実はこれプラスチック外装ですけども、中のフレームが結構重いので、1250g とかあってですね、かなりずっしりはしますけども、その分ですね、レンズが明るいと。6枚玉のニコールレンズがついてまして、F2.8 ですので、中盤のこの手の67カメラとしてはかなり明るいですね。後のマミヤ7とかですね、あとは、富士が最後に出した GF670 に比べても明るいレンズがついているということで、かなり被写体の前後をぼかしたような写真が撮ることができます。レンズのコーティングもすごくいいものをされてまして、蛇腹式ということもあって非常に鮮やかな写真が撮れるいいカメラです。で、よく似たカメラとしましては、こちらにある、GS645 というものがあります。
こちらは645版ですけども、このマキタの5年後に出て、1984年に出たカメラですけども、やはりこのように、蛇腹式でレンズが、出てきたりするという畳めるカメラですけども、こちらもですね、マキタと同様に、レバー巻き上げをするとシャッターがセットされるし、絞り、シャッターと連動車両式がついていると。しかも最高式ブライトフレームで、パララック操作がされるということで非常に良きなカメラです。ただし、構造上の制約で、このフォーカスリングが繰り出されているときは畳めないとかですね、シャッターが切った後だと畳めないですね。巻き上げてると畳むことができるというふうな、そういうお約束がありますけども、マキナ67の方はそれがないということと、あとご覧の通り、大きさとしてはそんなにめちゃめちゃ違わないということがあります。ただし重さは先ほど申し上げたようにこちらの方がかなり重いカメラになっています。あともう一つはこの GS645 の方は、220フィルムですね。これ120になってますけども、この厚板とカウンター変えると、30枚撮りの、220フィルムが使えるというのがこの、GS64 の特徴ですけども、マキナ67は120フィルム専用カメラです。後に出たマキナ670は220フィルム対応になっています。あともう一つこのレンズをですね、55mmF4.5 にしたマキナ67ダブルというのが、ダブル67かなというのがありますけども、それは、ワイドレンズついてますけども、マキナ67と基本的に同じで、やはり120フィルム専用になっています。あとはマキナのアクセサリーとしまして、こちらにあるようなフードです。専用フードですね。プライベルと書いてますけども、ここにこうねじ込めばいいということですね。で、ちょうどこの直径がレンズと同じ直径になってます。もう一つが、これはやはりプライベル名の専用のフィルターですね。保護フィルターとか、UV カットフィルターですね。あります。で、キャップもいいんですけども、マキナ67の場合はこの、レフレックスニッコール 500mmF8 用のですね、このキャップはですね、ぴったりですので、これを使ってます。これだとですね、ファインダーが見えるので、取り忘れも気づきやすいし、操作するときにわかるので、危険がないということで、これをよく使ってますね。この、キャップのいいところは、このフードにもですね、そのままはまるので、屋外でも使い勝手もいいということで、こんなものも使えるということ。ちょうどニコンのキャップですので、少し情報を提供しておきます。これでプラウベルマキナの説明を終わります。